ペンネームノマドさん、50代の男性からいただいた相談です。自分は自分なりに一生懸命生きてきたつもりですが、心の病にかかり、働けず、数年前には弟も逝去しました。四苦八苦と言いますが、仏教では運不運をどう捉えるのですか？仏教に四法院というものがあります。諸行無常、諸法無我、涅槃寂情、そして一切皆苦、この4つが四法院と呼ばれます。この最後の一切皆苦、これを別の言い方で四苦八苦とも言われます。人間が生まれ、老い、病にかかり死ぬ、これが四苦ですね。生きるときにさまざまな苦しみが伴う、苦が伴う。病にかかればやはり苦を感じる。老いるということによってやはり苦悩する。そして死ぬ。これらは何人も避けて通ることができない。どんなにさまざまな方法を使って先送りをすることができたとしても、でも最後は必ず人間は死ぬわけですね。野間田さんがおっしゃる四苦八苦というのは、今言ったこの生老病死ということ、そして生きているうちに派生してくるさまざまな会いたくない人に会わなければいけないとか、会いたい人に会えないとか、自分が求めているものが手に入らないとか、さまざまな苦しみがある。でこれらを四苦八苦というわけですけれども、これは仏教は大前提として、そもそも私たちの人生というのは苦に満ちている。そこからスタートするんです。喜びが大きければ、その後にそれを失った時に帰ってくる悲しみは倍大きくなる。大恋愛をしたら、その後の大失恋はもうこれは人生をもう見失ってしまうぐらい大きな痛手となる。苦というのはいいことだけでなくて、悪いことだけでなくて、その心が喜びの方向に触れるのも、心が悲しみの方向に触れるのも、これを両方ともドゥッカ、苦というんです。ですから仏教の苦というのは、私たちの心の在り方、ありようをそのまま言った真理なんです。さて、野間田さんの質問の運ということに関して、運命ということに関して、私の見解は、この命には2つある。一つは宿命というもの、そして運命というもの。宿命は変えられないんですよ。自分がどこの国のどんな仕事をしている、どんな両親のどんな家に兄弟の何番目で生まれてくるか、例えばね、それは宿命です。宿という字は屋根の下に人が100人って書きますね。この自分が生まれた環境、生まれた境遇、これは自分では選択ができないんですね。人間がおぎゃーと生まれた時に何一つ自分で選択をすることができないですよね。これを宿命と言います。一方で運命というのは、この
生まれた命をどのように運んでいくのかっていうのが運命です。で、これは他人の運命は左右できないけれども、自分の運命は自分で作っていくことができる。仏教は全ては神様が決めたことという運命論ではなく、真悔い、いつも言っているように、私たちが心に何を思い、そして私たちが口に何を話し、そして私たちが体に何を行動していくのかっていう、この3つの組み合わせによって日々作り出しているところの業、これが人生なんです。ということは、私たちの運命は誰が運んでいるのか、誰がこの命を運んでいるのか、紛れもなく自分なんです。他人の運命は左右することはなかなかできないけれども、自分の運命は自分の真悔いの産業が作っていくわけですね。ノマドさんが今回の相談の中で挙げている2つの自分に起きたこと、心の病にかかり働けず、これはノマドさんの心の在り方、言葉の在り方、そして自分の行い、この3つの組み合わせの中で、ご本人としたら一生懸命生きてきたつもりでしょうけれども、どこかでやはりそこにですね、人間の心身を健全たらしめる状態が作れなかったという点において、どこかに何かしらの望ましくない間違いが無意識のうちに、知らず知らずのうちに含まれてたっていうことなんです。弟さんが亡くなったっていうのは、これはもう宿命ですよね。私もずっと3歳の時に教本を持たされ、5歳の時に初めてお経法事とかお葬式デビューをして以来、本当にたくさんの方々の最後を僧侶として送らせていただきました。で、最近本当に思うんですけれども、人間のこの最後の寿命っていうものは本当に人それぞれなんですよね。100歳まで生きられる方もあれば、高校生で亡くなってしまう人もいる。いや、もっと若くして亡くなってしまう子もいるけども、それぞれね、いや、あの時こうしてればとかいろんなことがあったでしょうけれども、なんかこう不思議なもので、やっぱりその人のこの宿命っていうもの、これはね、後でどんなにああだこうだって言っていろんな見解をつけてみたところで、やはりそういったものは私たちの心の計らいをもう大きく超えているものですよね。やっぱり人の死というのはね。ですから弟さんが亡くなった。で、これに関しては私に起きた不幸なことじゃなくて、それはいつの時点で亡くなるかわからないんです。それが早かれ遅かれみんなに訪れる当たり前のことであって、これはノマドさんがどういう心持ちであろうが、弟さんに起きた死というのはね、それはコントロールできることではない。さて、ノマドさんの問題は、この宿命と運命というものを一緒になって一緒にして考えてしまっていること。けれども今私が話したように、この宿命というものと運命というのは分けて考えられた方がいい。仏教は全てを宿命として、自分が一切何も、私がどう動こうが、どう考えようが、どう行動しようが、何を思おうが、世の中は一切変わらないという態度ではない。世の中は何か変えられることは少ないかもしれないけども、自分自身が変わるということはできる。そして自分自身が自分の運命を自分で何らかの形でそこに作用することができる、真悔いの産業によってという非常に大きな可能性でもあるんです。ですからこの宿命と運命は対立するものではなくて、この宿命、運命、これが両方とも
絶妙なバランスで作用しながら私たちの命はあるっていうことで、このことを受け入れた上で、私には一切の選択権がないよと思って全て宿命だと思って生きているのか、この自分ではどうにもならんという宿命がある、生老病死という苦がある。でこの苦の中で自分の真悔の3号だけは自分で選択し、自分で変えていくことができるわけです。でその時にじゃあどのような方向に向かって変えていったらいいのか、それを示すものが仏教なんです。なので私も、私が考えることは自由でしょ、勝手でしょ、私が口に話すことは私の人生なんだから勝手でしょ、私が行うことは他の人にとやかく言われることはない、勝手でしょ。ついつい私たちはやっぱりそう思いますけれども、結果としてそれが周囲と大きな対立を生んだりね、社会から非常に社会に迷惑をかけてしまうことってなったら、やっぱりこの世の中で自分の真悔の3号はそうあっても反社会的に周りの人たちに大きな迷惑をかけ続けて、それでも私はいいんだと思っていれば、いつか私は消されてしまうわけですよね。社会からのけ者にされてしまいます。ですから私たちはこの世の中でこの宿命という、絶対に自分がもうどうのこうので変えられないというこの枠組みの中にあって、でもこの運命は自分の真悔の3号によって変えていくことができる。でまたこの真悔の3号というものがある形でぴったりとこの社会の枠組みの宿命ということと関わったときに、この宿命すらもどこかで動かしていくというようなことが、不思議が起きたりもするんです。ですから本当にこの人間というのは面白いな、人生というのは、悲観することもできるし、可能性の塊と見ることもできるなということを最近私も常々感じます。たった一人の真悔の3号の変革から大きく世の中が動くってことだってありますよね。ですから本当にね、そういった意味でノマドさんに私がどうしたらいいんでしょうか、運不運というのをどう考えたらいいんでしょうかって言った時に、宿命と運命、これを分けて考えるということによってね、私たちの人生の中で起きること、これは宿命という私たちが思う、私たちがこう願うというだけでは変えられないという宿けれども、一方でその変えられないという苦、一方で変えられるというものも同時に存在しているんだと。そして本当に不思議なことに、この自分の真悔が変わっていくことによって、今まで自分が見ていた世の中が全く違って見える。同じ空間を、同じ青い空の下の下、空の下でですね、同じ青い空の下でみんな同じように生活しているように見えて、実は隣に住んでいる人と私と全く見えている世界が違うんです。それは何によって違うのかって言ったら、自分の世の中の見方、つまりは真悔の3号によって作られてきたところの世の中の見方、これによって全く世の中のありようが違って見えているということなんですね。なので結論として私は運命と宿命というものは違うと。どっちかがいいとか悪いというものでもない。これが同時に存在している。そして同時に影響し合っている。
けれども言えることは、私たちが運命としてそこに気づき、そこに意図して自分の真悔の産後をですね、見つめ直していったら、宿命はなかなか変わらないけれども、自分の運命は変わっていくということで、どうぞノマドさん、今ね、心を病んで働けないという状態は大変辛いかもしれないけれども、だからといってそれは宿命によってそう決まっているものではないっていうことを理解してほしいです。これは運命の範疇です。心が病んだんだったら心が治るっていう可能性もあるんですよ。仕事を失ったんだったら新しい仕事を得るという可能性もあるんです。仏教はあなたに起きている不運はすべて神のおしましですよって、そう言われたらおしまいですよね。違うんです。あなたに起きている不運は、あなたがあなたの中にある真悔の何かを変えていくことによって、その不運は幸運にもなりうる、そういう可能性のある教えです。ですからどうかね、ぜひ弟さんがお亡くなりになったこと、これは本当に悲しいことだったと思います。ショックなことだったと思います。自分より若い弟が亡くなっていくって、これはね、本当に兄弟にとって、ご両親が生きてらっしゃるかどうか分かりませんけども、ご両親にとってもものすごいショックだったと思います。けれども、野又さんの自身の仕事とかね、心の病気について、これは宿命ではない。これは運命なんです。ということは、ここから変えていくこともまたできるということなんです。ですからどうぞ弟さんが亡くなったということ、これとご自分の病気になった、心の病気になった、そして働けないということを一緒くたに考えてはいけない。これは宿命の範疇と、そして運命の範疇に分かれることだと、そう理解してください。本当にさまざまなことが重なって、さまざまな不幸が重なって起きてくる。世の中ってそういうもんなんですよ。お店をやってらっしゃる方とか分かると思います。お客さんがいらっしゃったと思って対応してたら、また次のお客さんがいらっしゃって、忙しい時にはすごい忙しいけども、暇な時には全然お客さん来ないんです。不思議ですね。不幸なことが起きる時っていうのは、何か一つのことが起きたらまた次のことがトトトトと起きたりするんです。不思議なことですね。けれども必ず運命の範疇にあることは、自分に選択権があり、自分が変えていくことができる。だから命を運ぶと書いて運命なんです。宿の下に100人固定されている宿命ではないってことです。どうぞ沼田さん、こっからですよ。こっからご自身が運命を命をどう運んでいくか、この選択肢は神でもない他の人でもないあなたにあるっていうこと、頑張ってください。応援しています。